こんにちは、千代子です。ようこそお運びくださいました。さて、前々回の動画では、インターネットなしでローカル AI で応答する会話ロボットを作っておりました。机の上のコンパニオンとして千代子工房で進化を続けています。主なポイントとしては、ウェイクワードのカスタマイズ、会話の持続、語学学習用の機能追加といったところです。まずはウェイクワードのカスタマイズについてですが、前回のうさぎの耳が動くプロトタイプでは Python の無料ツールに登録されていた Hey Raspberry という定型の言葉を使って今から話しかけるよと知らせていました。今回は Arduino に音声認識モジュールをつけて好きな言葉を使えるようにしました。このモジュールは以前作った AI なしで疑似会話をするコンパニオンロボットに使用したものと同じものです。会話の持続に関してですが、うさぎ型ローカル AI ロボットは会話というよりも一問一答形式でした。こちらが何かワンセンテンス語りかけてそれに答える、それで終わりです。こちらが言ったこともうさぎ型ロボットが答えたこともその場で忘れてしまっていますので、たとえ会話を続けたくても、またトピックに関連性があっても一つ前のやり取りは覚えていないという前提で問いかけをしなくてはいけませんでした。そこで 3,4 回なら往復のやり取りは記憶させておいて、短いやり取りなら会話として成立するようにしました。また3番目の語学学習用の機能についてですが、これには繰り返し使うクエリーを固定コマンドとしたのです。毎日ちょっとずつ暗記するものを LLM に提案してもらうためです。例えば不規則動詞を一つ出してもらって、今日はこの動詞の活用を覚えようとか、あるいは練習している言語の名言や格言を一つ選んできてもらったりといったことです。ここまでのところ、これ全部ラズベリーパイ5と Arduino の連携で作動しました。音声認識モジュールとサーボモーターは Arduino で制御。ローカル AI での処理や音声での返答は前回同様ラズパイで生成。でラズパイを頭脳部分にした会話ロボットでの動作確認ができて一旦気が済んだので、ラズパイでの作業をパソコンに移行させてみることにしました。もうちょっとだけ本気の会話ロボに進化させてみたかったのです。でですね、進化の過程でなぜかビジュアルがウサギからメンダコに変化しました。理由はですね、Arduinoをメガに変えたので、以前のウサギ型のハウジングには入らなくなったのです。Arduinoにくっついているのはサーボモーターが2つと、音声認識モジュール、それとコンピューターの接続用の USB ケーブル、あとはサーボモーターの電源安定のためにつけたコンデンサーとの共通アース線ぐらい。いくらなんでも Arduino メガは大げさなのですけどね。でも Arduino Uno や Arduino Nano は音声認識モジュールとコンピューターの両方と通信するにはちょっと出入り口が足りないのです。シリアルポートが2つ以上あるマイコンが必要なのですよね。ならば ESP32 やラズパイピコを使えば高スペックで華奢な姿をキープできるではないかと言われればごもっともなのでしょうけど、うちでお茶を引いていたのが Arduino メガ君だったので彼を使うことにしたのです。音声認識モジュールに教え込めるカスタムコマンドは17個まで。そのうちのいくつかは以前の疑似会話コンパニオンロボットから引き継いだものです。Python のコードでいく通りかの応答用フレーズをランダムに選んで生成音声で答えてもらいます。聞いてくれる？まあいろいろあるんだよ。なんだかね。わかるよ。いろいろあるよね。ありがとう。この機能に関しては AI というよりも古典的な外国語の会話集みたいなものを教え込んでいるだけです。この音声認識モジュールにはまだまだいくつかのカスタムコマンドを登録できるので、まずは LLM クエリーのためにウェイクワードあのねを入れました。日本語で AI に何か答えてほしいときはこのあのねをトリガーにして話しかけるのです。
桜餅って何？桜餅とは桜の葉で餅まいとあんを包んだ和菓子です。ひな祭りの行事食として主に東日本で食べられています。ラズパイをパソコンに変えてローカル LLM のグレードを上げたので意味不明の回答はなくなったのですが、この桜餅に関する回答は西日本出身者としては聞き捨てならないですけどね。まあそれはそれとして数回までなら内容を記憶できるようにしたため、一問一答だけでなくちょっとだけ会話を続けたり突っ込んだりできるようになりました。例えばもんじゃ焼きについて聞いてみたところ、もんじゃ焼きは主に東京都の月島で食べられる小麦粉を水で溶いて作る鉄板焼き料理です。自分で好きな具材を混ぜて焼いて食べるのが特徴です。そこで続けてどこで食べられるのか聞いてみました。もんじゃ焼きは特に東京都の月島で多くのお店があります。その他、東京以外にも専門店や鉄板焼き店で提供している場合があります。今度は美味しいカレーが食べたいというところから話し始めました。はい、承知いたしました。カレーは美味ですよね。基本的なカレーの作り方を紹介します。1、材料、鶏肉、または牛肉、豚肉、玉ねぎ、人参。基本的な鶏肉のカレーを作る場合、準備と調理に約 1.5、2時間程度かかることがあります。一応会話として成立していますよね。で、このメンダコちゃんを使っての語学学習ですが、AI の音声によるチャット機能を外国語会話の練習に使っている人は結構いるんじゃないかなと思うのですけど、私はたとえ一時的にしろ自分の下手な発音が音声データとしてクラウドに上がるのはちょっと恥ずかしい。会話練習はクラウドではなくてオフラインのローカル AI で行いたいと思います。ジェミニライブなどと違って話しかけているのがどの言語か自動で識別してくれるわけではないので、 LLM をトリガーするウェイクワードは言語ごとに用意しておいて切り替えることにします。例えば英語で質問するときは先ほどのあのねではなくて Tell me please と言ってから話し始めるといった具合です。 Tell me please A good restaurant in Munich please. For traditional Bavarian food, try Augustina Keller. For something a bit more modern, check out Tantris. What kind of food are you in the mood for? Tell me please A traditional food. Absolutely. Okay, so for a great food experience in Munich, Augustina Keller is a classic or Tantris for something fancier. Does either of those sound good? Tell me please, are they very traditional? Okay, great. Augustina Keller is then. It's a really popular choice. Enjoy! まあ、少々噛み合ってなかったけど、なんとかいけました。では次はフランス語に挑戦。Dites-moi s'il vous plaît と声をかけて、これから頑張ってフランス語で喋るからねと会話ロボットに心の準備をしてもらいます。La population de Paris, s'il vous plaît. La population de Paris est d'environ 2,20 millions d'habitants. まあなんとかなりました。でもよく聞き間違えられます。では調子に乗って全然話せないのにドイツ語のウェイクワードも教えましたので、試しに Sagen Sie bitte Ich möchte Deutsch lernen. Zeichnet. Wo möchtest du anfangen? 嘘、通じた。まあ通じたはいいんですけど、何と答えてくださっているのか全然聞き取れないので、今の私にはこのドイツ語の機能はあまり役に立っていませんが、まあこれから頑張ります。まだ音声モジュールにはウェイクワードを 2,3 個増やす余裕があるので、LLM にフランス語の名言や格言、フランス語とドイツ語の不規則動詞の活用も教えてもらえるようにしました。Sprechen Präsens, ich spreche, du sprichst, er, sie, es spricht, wir sprechen. というわけで
インターネットなしでも話し相手になってくれるコンパニオンロボット、進化を続けています。ローカル LLM の日本語版はまだ英語版に比べると機能が少し劣りますが、外国語会話の練習の相手もしてくれる会話ロボットになってもらいました。最後までご覧いただきありがとうございました。コメントやチャンネル登録いただけますと大変励みになります。また、もう登録してくださった皆様、本当にありがとうございます。次回もまたどうぞお越しくださいませ。